かぶじいさん。はい、こんにちは。かぶじいさんです。今回はね、かぶじいさんのトークタイム第2弾になりますね。ストーブバーナー編ですね。1980年代、私が20代の頃から使い出したもの、そして今に至るまでの道具の変遷を見てですね、なんでしょうね、時代の流れ、ライフステージによってどういう風にバーナー類が変わっていったかをね、ちょっと見てみようと思います。前回がちょっと40分とね、すんごい長い尺で動画をお送りしたんですけど、いろいろご意見もいただいたので、今回はちょっと見やすくコンパクトに15分から20分程度に刻んで回を重ねていこうと思ってますんで、では行ってみましょう。かぶじいさん。動画の最後で S ビットの豆知識を紹介します。どうぞ最後まで見てってくださいね。まずですね、私が20代後半から30ぐらいにかけてですね、初めてバイクで、埼玉の山の方、秩父に伊豆ヶ岳という低い山があるんですけど、伊豆ヶ岳っていうとすごい大層な山に聞こえますが、そんな高い山じゃなくてね、こんなハイキングで行けるような1000メートルもない低山なんですけど、眺めがいいよと、晴れてるとね、伊豆半島も見えるよっていうような、その伊豆ヶ岳という低山に一人でバイクに乗ってツーリングに行くときにですね、その伊豆ヶ岳の頂上で素晴らしいね、景観を眺めながらカップラーメンね、食べてコーヒーなんか飲めたらいいなぁなんて思ってですね、そうだって、そういうことができるね、火元、ストーブかバーナーか、まだその頃そういうアウトドアの知識っていうのはなかったもんで、そういったものを手に入れようってことですね。その場でお湯を沸かせるようなものを登山用品店に行ってね、手に入れようとしました。確かね、当時神田か秋葉原の有名な登山用品店だったと思うんです。扱いが簡単で特別な知識もいらない、そういった目線で、当時そんなねお金もない若者ですから、登山用品店のそのいろんな火器類バーナー類が並んでる棚を見てましたら、あったんですね。ある商品が目につきました。その棚にいかにも高そうなね、液体燃料を使うようなバーナーとか、あとオーディ缶を使うようなこういうバーナー類とかね、いろいろ置いてあったんですけど、その棚の片隅にポツンと置いてある商品があったんですね。それがこれでした。ポケットストーブですね。で、よくよく見るとメイドインウエストジャーマニーとか書いてあってですね、おーと思いました。これはいいんじゃないかと思ったら、確か当時ね1500円ぐらいだったんですよ。で、店員さんが中身見せてくれましてね、もう今じゃ誰でも知ってる、これですね、 SB。 このオレンジにこの絵がね、またね、なんともいい風情で、あとこの畳んだ状態、展開して火がボーボーになってる。で、ちょっと畳めば小さいクッカーコッヘルも乗せられるって、この絵にもしびれちゃってですね、これは安いしと思いました。で、店員さんに聞くと、これも最もコンパクトで最小限の火元になりますねってことでしたね。で、パッケージを開けるとこういう、この後半でできたものですかね、Sビット。ここに絵が書いてあって、開いて、で、中に固形燃料が入ってるんですね。これ S ビットっていうのはもともとこの、錠剤の固形燃料のことを指して S ビットっていう商品名だそうなんですね。これもちょっとねボロボロになっちゃってますけど、一粒が 4g で約5分燃えるんですね。で、これ1個あればだいたい 250cc ぐらいの水ならお湯に沸かせますよって。S ビットっていうのはもともとこの錠剤のことを言います。ここにね S ビットって書いてますね。
はい。でね、これはいいわ。でも、これにマッチとかライターで火をつけるだけですよっていう説明を受けてですね、これは僕にぴったりだわって思いました。これね、S ビット、見えますかね？ S ビット、メイドインウエストジャーマニー。いい感じですよね。シンプルだし、もうこれ壊れようがないし、液体の燃料も使いません。こういう固形の燃料なので、取り扱いも楽ですし、あとね、S ビットは燃焼中に液化しないんですよね。なので、火をつけた後、一般的なアルコールを使った固形燃料は液化するんで、場合によっては垂れちゃって引火するっていう危なさがあるんですけど、この S ビットはですね、その心配がないんですね。で、ここにね、ちょっと S ビット、これ今の S ビットの、燃料の説明画面なんですけど、爆発性がありません。燃焼時液体化しません。スパークしません。結構カロリーありますよ。で、燃え残りの灰がほとんどないですよ。って、煙出ません。って、あと、1タブレットで約5分持ちますってことですね。ただね、これよーく読んでいくとね、いろいろ取り扱いの注意っていうのはよく書いてあったんですけど、あんまり私はそこまで気にせず、もうこれで十分だと思ってね、その棚にあったその他の道具前としているそのガスバーナー EPI や当時はね、フランス製のガスと呼ばれるね、器具、それからこういったコールマンとかスベアとかのね、液体燃料を使う強力なバーナールの脇でこれがね、ちょこんといて、なんかね、ぐーっと心に刺さったんですね。もうこれで十分だ。このミニマムでいいわってね、思いましたね。で、私にとってはもう一つ、このドイツっていうその国に対して私が持ってるイメージっていうのが、なんでしょう。大変精巧な工業製品を作り出すヨーロッパのすごい国土面積は小さいけど素晴らしい工業大国っていうイメージ。あと私が飛行機や鉄道大好き少年だったので、そういう分野で、ドイツっていうのは最先端ですよね。航空機では、戦時中のメッサシュミットとかハインケルとか、車で行っても、フォルクスワーゲンやメルセデス・ベンツ、BMW とか NSA とかアウディとか、あと鉄道で言えば当時はDR ってドイツ国鉄の高速蒸気機関車ですとか、世界最速の電気機関車なんかも保有してて、やっぱドイツっていうのがもう漠然とした憧れの対象みたいな国だったんですね。で、これがドイツ生まれなんだって。よく見ればね、言っちゃ悪いけど、もうちんけな板材を加工してピンで留めたただの折りたたみの箱なんですけど、うわ、ドイツ製品を僕が所有できるという喜びもあったんですね。もう舞い上がりましたね。で、この白いタブレットとセットでこのパックになって畳めて小さいっていうのも、もうこれが最高にいいものだなって思いましたね。これで火元として完結できている、五徳にもなるっていうことでですね、これすごいぞって思いました。私完全に心をね刺されまして、もともと私小さいものが好きだったんですね。車でもこういうミニクーパーとかちっちゃいメッサーの三輪車とかも大好きでしてね、日本の当時のオートサンとかもちっちゃいのありますよね。もう大好きでした。小さいものにも目がない私でしたので、もう速攻で、値段的にも当時こんなものを買える経済力なかったんです、私には。今はこれはいくらかっていうと、今のお値段が飯塚の正規価格1980円で出てますね。ポケットストーブスタンダードですね。燃料を除くと 85gでタブレット20ピースを中にしまいます。ドイツ製ですということでね、はい、買ったんですね。これ買いました。もうルンルンして買ったんですよね。はい。で、これを持ってバイクに乗って伊豆ヶ岳の低山へツーリングしてハイキングに行きました。カブじいさん。
ところが散々な結果になったんですよ。行ったのが当時真冬で、伊豆ヶ岳の頂上はもう風ビュービューでした。吹きっさらしでね。でそこでね S ビットポケットストーブに白い固形燃料、この S ビットタブレット乗せて火つけて、上にね確かあの時は森田の角クッカー持ってたと思うんですけど、水 150cc ぐらい入れてねカップラーメン食べようと思ったんですよ。でお湯を沸かそうと思って火つけたんですけど、待てど暮らせどお湯が沸かなかったんです。それもそのはずで、真冬で風がビュービュー吹きっさらしなもんで、ウィンドスクリーンとか私持ってなかったんで一向に沸きませんでした。そのうちもう燃え尽きちゃって沸かない。でもう一個投入する、沸かない。でよくよくね今考えれば分かりそうなもんですけど、風を遮らないとダメだっていうことに気がつかなくて、結局カップラーメン食べれずにコーヒーも飲めずに降りてきたんですよね。ほんとね敗北感でいっぱいになりました。で今ね取扱説明をねここ読みますと、ストーブの周囲を土や石で円形に囲むと炎に風の当たるのを防ぐことができて、こりゃそうですよね、こんなんじゃねえ。これもう本当アルコール燃料とかこの S ビットの燃料はもう風にほんと弱いです。ちょっと風吹くともうね熱が逃げていっちゃいますんでね。今なら Windows スクリーンすればいいじゃんってすぐ思いつきますけど、当時ねそういう経験もなくてね、そんな悲惨な思いをした思い出がありますね。登山店のそのお店の人、ちゃんとね素人にアドバイスしてほしかったなーなんてね。山頂から敗北感に包まれながら降りてきてですね、ちょうど小丸峠のお茶屋さんがあるんですね。小丸峠って埼玉では有名なイニシャル D の舞台にもなった峠道なんですけど、そこに峠の茶屋さんがあって、そこでね確かそばかうどん食べた気がしますね。そばかうどん美味しかった、あったかいし美味しかったけど、それよりもこのポケットストーブで湯沸かしてカップヌードル食べたかった。それができなかった。そんな苦い若い頃の経験ですね。本当今思うと懐かしいです。これが私が買った最初の牡蠣で、当然第一軍になる予定でしたが、この惨敗の経験からこの S ビットポケットストーブはその後もうね棚の奥へ眠っちゃって第一軍落ちしちゃったんですよね。悲しいです。ところがあれから30年以上経った今ですね、還暦の株じいさんにはこれがもはやもう第一軍になってますからね。燃料はこの S ビットの固形燃料は高いんで使わず、100均の、固形燃料、アルコール固めた固形燃料使ってますけどね、これ今でも使えてる。なんともね、あの当時は一軍落ちしちゃったけど、今では一軍って、このなんとも歴史は繰り返すのかなって、とっても感慨深い、私にとっては思い入れのある道具ですね。この道具に偶然出会えたことが、当時嬉しかったし、敗北感もあるし、でその後ずっと眠ってたものが今になってまた第一軍として復活する。とってもね感慨深いです。こういうガスを使う道具、それから燃料、液体燃料を使う強力な火器、あとね冬の冬山でも使えるような、あとケロシンでも動くよっていうこのマルチフューエルのストーブとか変遷した後、アルコールストーブ、そしてその後またこれ戻ってきたんですね。今ねこのドイツから渡ってきたこの商品、本当になんでもない板切れで作られた道具なんですけど、ほんとね可愛いなって思いますね。そんなこんなの S ビットポケットストーブの思い出ですね。これドイツから来たものってことで私にとってはすごい愛着があるんですけど、言っちゃえばこんなもんですからね。今は100均でね全く同じようなものを買えますからね。330円か550円だったと思うんですけどね。私の S ビットポケットストーブとの出会い、そして苦い経験、そして今じゃ一軍だよって話でした。
はい、ここから S ビットの豆知識コーナーになります。はい、まず歴史ですね。S ビットとはドイツ語でヘキサミンを角型に成形した固形燃料の略称なんです。アルコールを固形化したものという説明がされることがありますが、固形アルコールとは全く成分が異なるものなので注意が必要です。S ビットは1936年にドイツ人エーリッヒ・シュムによって発明及び命名されました。1933年、シュムはシュツットガルトに自身の名を冠した会社を設立し、S ビットをそのままブランド名として固形燃料とその関連製品の製造販売を始めました。ナチス政権による軍備によって拡大された軍への大量受注に成功し、S ビットはドイツにおける固形燃料の市場を制覇し、ドイツの他にも70カ国に輸出され、固形燃料の代名詞となるほどに普及しました。シュムの会社は戦争によって大きな被害を受け、また軍需企業であったことと戦時中の生産に強制収容所の収容者を従事させていたことから、1945年のドイツ敗戦後にその責任を問われ、いろいろな問題が発生しました。しかし、連合国占領軍への協力企業として主務者の再建に努め、1947年には S ビットとその関連製品の製造・販売も再開されました。以降 S ビットは同社の主要製品として20世紀また21世紀に至っても固形燃料の代表的な製品として製造・販売が継続されています。使用方法。マッチ1本で着火し、そこそこの火力があります。条件にもよりますが、コップ1杯程度であれば、1個の燃料で十分に沸かせます。また、2個から3個の燃料にまとめて点火すれば、火力が上がるので、鍋に入ったスープなどを簡単に温められます。使用上の注意。燃焼の際に少量のシアン化水素を発生するので S ビットは屋外でのみ使われるべきで閉鎖空間で使ってはなりません。適切に通風換気された環境下で使用することが重要です。S ビットは角砂糖またはブドウ糖の錠剤に非常に似ているので食品とは別にし子供の手の届かない場所で保管すること。S ビットは吸湿性があります。燃料タブレット自体にも独特の匂いがありますので乾燥した密閉容器で保管する必要があります。多湿の環境では容器にシリカゲルを入れておくと良いでしょう。はい、S ビットの豆知識はいかがだったでしょうか。まだまだ話は尽きないんですが、今回はこの辺で切り上げていこうと思います。背景の街並みは S ビットの工場があるドイツはシュバーベンの街並みの映像です。いい景色ですね。カーブで行ってみたいななんて思っちゃいます。はい。ここから次回の予告編になります。断りなく変更になるケースもありますので、どうかあしからず。なんと、野営ゾンビの UL 化作戦が発動しました。新幕をせっせと設営練習するんですが、猛暑でダウンしちゃいまして、地元で評判のドーナツ屋さんへ行ってみます。今回の動画いかがだったでしょうか。チャンネル登録、高評価、コメント、どうぞよろしくお願いします。